よ。素人ものだ。突然ですが皆さん、推し活、いかがでしょう？なんだ突然。最近だと VTuber さんとかアーティストさんとかアニメだとか、そういうのがカジュアルに楽しまれるようになったわけですけど、お前とかただひたすら VTuber の歌ってみたとか聞いてるもんなぜバレたし、そんなことよりデスクですよ。デスク。アクスタ飾ったりフィギュアを飾ったりしちゃって、オタクはそれでニヤニヤしちゃってるんでしょ？偏見がひどい。特にパソコンなんかはデスクに置くアイテム筆頭なわけで、キーボードとかマウスとかはもちろん、PC もコラボモデルって形で、VTuber さんとかがあしらわれた素敵なモデルがパソコンショップで買えたりするわけです。そういうコラボ品って見た目以外にも輸送とか生産コストとか大人の事情が絡むもの、どうしても今あるモデルにペイントするくらいでギミックとか完成度という面では限界があるわけです。まああくまで普通の PC の延長線上って感じだよな。それでもとにかく綺麗に推しを飾りたい、妥協のない推しの概念の PC を作りたいということならぜひこのケースで自作 PC をしてほしいわけ。クーラーマスターフレーム360ステージ LCD クーラーマスターの新作ケースだよ。なんだ普通の PC とは形がかけ離れすぎて完成形が想像つかないんですが、まあつまりこうだよ。このマスターフレーム360ステージ LCD の特徴はこの正面部分だね。フィギュアを置くための足場が用意されてて、その後ろには 15.6 インチの液晶ディスプレイを搭載。映像や画像を自由に設定できて推しをさらに演出できる。店面にはスポットライトまで完備する徹底ぶりで、ここに推しを置いてデスクを彩ろうというわけです。これ PC である必要ある？正論やめて。そしてその後ろ部分にはこの物体を PC だと言い張るためのパソコンパーツスペースを完備。言い張るて。でもここがまたすごい。詳細なスペックは省くけど、水冷は 360mm をなんと最大で2機搭載可能。グラボは 400mm 超えのハイエンドモデルに対応で、Ryzen 9も5090も載せられる最高スペック完全対応。見た目だけじゃなくて性能も一切妥協なし。というわけさ。でもお高いんでしょ？もちろんじゃないわ。このマスターフレーム360シリーズは3つバリエーションがあって、今回のステージ LCD モデルの他にミラーと強化ガラスで囲ったパノラマモデル、背の高いステージとミラーを奥に搭載したステージミラーモデルの3つ。一番安いパノラマモデルでも3万円後半、LCD モデルで5万するからね。普通の PC ケースの数倍、いや普通の尺度で測ってはいけないか。サイズも大きくて、高さ 549mm、幅 291mm、奥行き 581mm。価格、サイズとなかなかハードルが高いけど、その分存在感はピカイチ。ケースとしての質感やデザインも申し分ないから、刺さった人なら買って損のないケースだと思うね。まあそんなごたくはさておきだよ。組もうか。早く組みたいだけだろ。ふへへ。バレたか。まあこのものが自作 PC でしかできない推し活 PC ってのを見せてあげますよ。ということでマザーボードから。今回使うのは ASUS ROG クロスフェア X870E ヒーロー X870E チップ搭載のライゼン向けマザーボードちゃんだよ。ASUS さんからお借りしました。ASUS の誇る最上位シリーズだな。今回はケースがケースだから中に入れるパーツもド派手にハイエンド志向だよ。にしてもやっぱ ROG は何度見てもガッチェー。このヒートシンクの重厚感に裏には惜しげもなく金属製のバックプレート、たまらんらん。そしてそれに乗せる CPU は Ryzen 9 9950X3D。Ryzen 9シリーズの最上位だね。X3D 付きの最強 CPU。今だとより上の 9950X3D2 もあるから予算に応じて選べよな。そしてメモリはコルセアの光るやつ 32GB 2枚組だよ。合計 64GB。贅沢もね。なんなら装飾用の光るダミーメモリも追加で挿しちゃうもんね。そして SSD はウエスタンデジタルの SN7100。ここは定番。今回は 1TB だけどここはお好きなように。ということでマザーが組み立てできたらケースを開けていこう。裏のパネルまでガラスなのかよ。そうなの。配線を隠すためのカバーもついててなかなかすごいね。ということでパネルを外したらマザーをつけていこう。こうやって。いつもの。マザーが重くて手がムキムキになっちまうぜ。ということでできたら配線だね。ケース端子のタイプ A 用ケーブルにタイプ C 用ケーブル。フロントパネルケーブルにオーディオケーブルの構成。今時のケースらしい仕様だな。そして今回のマスターフレーム360はそれに加えて正面の液晶用の USB ケーブルと SATA 電源ケーブル、天井のスポットライト用の ARGB ケーブルも接続する必要がある。あの液晶は HDMI とかディスプレイポートじゃないのか。だね。 USB2.0 があれば OK だからいろんなマザーで使えるはずだよ。ということでそれぞれの端子を接続して
よし。できたら次は電源はクーラーマスターのエリートゴールド850W のゴールド電源だね。最新モデル、最新 RTX50 シリーズのグラボに対応しつつ、小さいサイズとそこそこの価格が魅力なバランス重視の電源だね。ということでケーブルを接続。で、このケーブル、フラットタイプなのにスリーブ風の加工が入ってるじゃん。めちゃめちゃ珍しい。最近だとこういうエンボス加工が流行ってるが、だいたい一本一本バラバラになってるよな。ねえ、フラットタイプの方が取り回しはいいから、見た目と使い勝手を両立したクラマスらしいチョイスだね。センスがいい。という感じにケーブルの取り付けが終わったらケースにイン。ATX24 ピンと、ここに追加の PCIe8 ピンも入れる。そして CPU8 ピンも取り付けて、最後にモニター用にSATAの電源ケーブルも取り付けたら、電源の配線は終わりだよ。そしたら次に水冷クーラーも取り付けよう。クーラーマスターリキッド360、アトモス2、LCD360mm の水冷だよ。前回も登場したモデルだな。そう、おしゃれな六角形デザインで液晶付きだよ。特に今回はケースにも液晶が付いてるからぴったりな組み合わせだな。ということで取り付け、配線用ケーブルをラジエーターに接続して、一体型ファンのおかげで配線がまとまってるの便利だな。でしょう。そしたらケース上部の取り付けバーを一旦取り外し、バーをラジエーターに取り付けたら、こんな感じに元に戻すわけだね。モジュール的な構造なのはいいが、取り付けにワンステップ手間が増えるのは面倒だ。だね、いちいち外さなくても雑に取り付けできた方が便利そう。ということでラジエーターが取り付けできたら、ラジエーターファンの PWM を CPU ファン端子に、ポンプの PWM をポンプ端子に、ライティングは ARGB 端子に取り付けるよ。ということで次はヘッドを取り付けてく。取り付け爪を外して、付属のリテンションに置き換え、グリス塗り塗り、ヘッドクリグリ、最後にネジを締めれば終わりだよ。あとはヘッド液晶用の USB ケーブルな。やべ、忘れてた。よいしょっと。そしたら次に追加のファンもつけちゃう。クーラーマスター、シックルフローエッジ360だね。ファン3つが一体型になってる。というかこれさっきの水冷についてたのと同じだな。ご明察、合わせで統一感出せるのいいよね。ということで取り付け、底面に2つね。さっきみたいにバーを外して、ファン2つを並べてバーに固定する。ただこれちょっと取り付けしにくいね。バーの寸法がかなりギリギリだから取り付けがシビアだな。こういう時はそれぞれのネジをちょっとずつ締めるのがコツです。ということでバーを取り付けたらケースに取り付けて、あとは配線まで済ませれば底面ファンの終わり。最後にグラボだね。グラボは ASUS の ROG アストラル RTX5080 OC ゲーミング RTX5080 搭載のグラボ。その中でも最高クラスのスペックを誇る ROG の最高峰モデルだね。で金額は30万円前後だよ。サイズも価格もでかすぎます。だけどだからこそこの圧倒的存在感と高級感よ。うへへ。宇宙モチーフのデザインなんだけどあまりにも良すぎる。ということで組み込み、このマスターフレーム360はちょっと特殊で、あれ、ブラケットが縦向きだ。そうなんだよ。こんな感じに PCIe 5.0 のライザーが付属するから、これで延長して縦差しで使うの。癖が凄まじいな。だけど縦差しにしたことでグラボの存在感もアップ。押しだけじゃなくてパーツも見せるのがこのケースのいいところだね。ということでこれで全てのパーツを取り付け完了。あとはパネルを閉めたら、完成だよ。作った本人がドン引きしてんじゃねえか。もう嫌だって自分がこう飾られてるとちょっと恥ずかしがるな今更。だけどやっぱ迫力は段違いだね。というか色々追加されてね。お、気づいた？正面のディスプレイスペースには今回のために制作したオリジナルアクスタを用意。本気の自作っぷりだな。背景にはディスプレイに合わせて作ったアニメーションも流してる。そして PC スペースに目を向けるとこっちにも物が。本来ここには何もないはずだよな。そう。
だけどこのスペースが空いてて寂しかったからね、自作のパネルを入れてみた。と言っても仕組み的には、サイズに合わせて印刷したアクリルパネルにマグネットシートをペタッと貼り付けただけだから思ったよりシンプル。サイズカットから印刷までアクセアみたいな印刷所でできるし、価格も1000円ちょっとだからぜひ真似してもらえたら嬉しいね。アクスタとそこまで変わらないんだな。そして水冷液晶にももちろん、ものだよ。めっちゃ回ってる。この水冷アニメーションとケース正面のアニメーションは、それぞれオンラインストアで販売してるからぜひ買ってみて。最後に重量が全体でおおよそ 23kg。普通の BTO より 10kg 近く重い。まあマザーとかグラボとか平然と単体で 2kg 超えてるからね。仕方ないね。置くときはもろもろの耐荷重とか気をつけてもらえれば。構成表はこんな感じ。100万手前はさすがにやんちゃすぎませんかね。満足しました。そういうことじゃなくてね。そして小ネタということで、この正面ディスプレイの操作について紹介。なんだ、別にアプリ制御とかじゃないのか。実はアプリ制御じゃないんすよこれ。まずこのマスターフレーム360ステージ LCD には、底面に丸ボタン、左矢印ボタン、右矢印ボタンの3つがついてて、これで基本操作をする形になる。まずこうやって右左の矢印ボタンを2秒長押しすると、アクセスモードになって、ほんとだ、画面の表示が切り替わった。そして Windows を見てみると、エクスプローラー上で液晶内部にあるストレージにアクセスできるようになってるよ。USB メモリとして認識してるんだな。ここで内部のドライバーフォルダーからディスプレイドライバーをインストールするところからセットアップが始まるわけさ。これでディスプレイを制御できるようになるんだな。そしたら初回限定でファームウェアの更新もやる。公式ウェブサイトからファームウェアデータをダウンロードして、そのファームウェアデータを内部ストレージにコピー。もう一度矢印ボタン2つを2秒同時押しするとアクセスモードが終わって、そのまま更新作業がされるからちょっと待ってね。なんというかこれ、展示会とかで見るデジタルサイネージみたいな操作だな。鋭い。多分これその液晶モジュールの流用だと思うね。操作はしにくいけど、ソフト依存が少なくて安定性は高そう。と、ファームウェアの更新が終わったら各種機能を見ていこう。まず輝度調整。こんな感じに矢印ボタンで調整できる。レスポンスは悪め。丸ボタンを2秒長押しすると画面オフ。オンにするときは適当なボタンを押したら復帰するよ。丸ボタンをポチッと押すと、セカンドスクリーンモードに切り替え、外部ディスプレイみたいに使える。ブラウザで表示とかできるのか。16対9の縦画面だからショート動画再生に向いてるね。5万円のケースでやることが、これ、最高だぜ。怒られろ。そしてもう一度丸ボタンを押すと元のモードに戻るよ。ちなみにこのモードは再生モードって言うよ。再生モードは指定したファイルとかをひたすら流すモードだね。今回のマシンで使ってるのもこっち。動画を流すときはこんな感じで、まずさっきみたいにアクセスモードに入って、ツールフォルダから専用の変換アプリをインストール。変換アプリに入れたい動画をインポートして、動画を変換。なるほど。これで液晶で扱える形に自動で変換してくれると。そういうこと。動画を変換できたら、内部ストレージの MP4 フォルダにコピーしてあげれば配置は完了。アクセスモードを解除して再生モードにすれば、あとは勝手に再生されるって寸法だね。やっぱこれ完全にサイネージ端末だな。いやほんとそれ。アプリがないから取っかかりは悪いけど、展示するって意味合いならベストなチョイスをしてくれたね。と言いたかったのだけど、やっぱソフト制御もしたいよね。まあそれは実際そう。ということでなんと、今年の6月のアップデートで改善がされて、さっきのボタン制御に加えて、純正アプリのマスターコントロールでの制御にも対応したよ。おお、これはすごい。この動画はアップデ前のものだから実演はできないのだけど、ぜひアプリ制御も試してみて。という感じでマスターフレーム360の操作も紹介したところで、最後にこの PC の実力がこんな感じ。そういえば PC でしたね。そうですとも、しっかりしてるんですよ。ということでシネベンチ R23 がこんな感じ。マルチコア39097ポイント、シングルコア2198ポイント。マルチはバックグラウンドアプリもある関係でやや下がったが、それでも 9950X3D らしいスペックを出せているな。余裕で配信とかクリエイティブにも使えるレベルのスペックだね。そして GPU は 3D マークスティールノマドで9065点。こっちは RTX5080 構成の中でも平均よりわずかに上か。ROG アストラルのハイエンドモデルだしね。よきよき。そして温度についてはこんな感じで、今回はラジエーターファンはサイレント設定で静音重視、ケースファンは 1000rpm 固定、ポンプファンはフル回転に設定しているよ。
OCCT を使って CPU とグラボに負荷をかけた状態がこんな感じで、3時間負荷をかけ続けても CPU は80度前半。グラボに至っては50度台の超低温動作。200W の 9950X3D をサイレントモードでここまで抑え込むのか。海外レビューとかを見ても今のアトモス水冷は全メーカーで首位争いをするくらい強いからね。見た目もいいし接続も簡単だから結構おすすめしたい水冷の一つ。そしてグラボについてはなんか GForce 限定だけど CPU 負荷が高い時にグラボの使用率が安定しなかったから追加で単体検証したよ。消費電力 330W で60度半ばくらい。こっちもこっちでやばいな。いくらでかいと言っても 300W オーバーをここまで冷やすのか。まあもともと 600W 近い5090を冷やす設計だからね。やりすぎもいいところだよ。この負荷時の動作音がこんな感じ。最大負荷時にはわずかに音がするけど、それでも十分静かって言えるレベル。つうかハイエンドだからな。電力制限とか一切なしでここまで行くのは普通にすごい。そして最後に消費電力がこんな感じ。ゲーム中ですら 600W。最大負荷では 700W まで回るか。やっぱさっき言った通りこの構成なら 1000W 電源をチョイスした方が間違いないね。概要欄のリンクとかも 1000W モデルを掲載してるからよろしく。ということで今回はマスターフレーム360ステージ LCD、そしてそれを使った PC の紹介だったよ。どうだったかな？わかりやすいコンセプトと高い完成度が両立したいいケースだな。特に完成度の面ではこの手のコンセプトありきなケースだとやりたいことに全振りして他のところはケチったりおざなりになりがちだが、フィギュアスペースはもちろん他の箇所も質感が良かったり液晶もサイレージ的な作りで安定性を優先していたりと細かいところにも気配りが効いている。ケース単品として完成度の高い一品だな。初めに見た時クーラーマスターは倒産の道を選んだかと心配したが、言い過ぎ。まあその分価格が高かったりサイズが大きかったりはするけど、むしろそういう妥協のなさこそ自作 PC の良さだしね。このケースや PC で何か質問とかあれば、ぜひコメントや X の DM でよろしく。質問箱もやってるからよろしくな。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録や高評価、いいねしてもらえると嬉しいよ。あ、それともしもの動画を見て PC パーツとか買ったよって人は、X のハッシュタグで購入したものだよってツイートしてもらえると嬉しい。ということで次回の動画もよろしくだよ。それじゃあ、バイバイ。